そうですね。うまいもんパッと出してね、こっちもパッと食べて帰るだけだからっていういやことが、この手間を惜しむと結局肉汁が、はい、あ、ごめんなさい。いい。本当にお客様に励まされやってこれたなって本当に最近特に思うんですよね。はい。外がカリッと中がふわふわっていうハンバーグが理想の形なんですね。はい、でかつ切った時に肉汁が出てスパイスが香る、その肉汁からスパイスが香るっていうのが理想なんですね。はい、全部そのために全ての工程がそのために組まれてるので、はい、ということですか。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ持っていきます。かけるの取ります？大丈夫ですね。はい、じゃあそっち行きます。はい。こうね、やってたのよ。でパッと食べて美味しいもの食べたいっていうのがお客様のご要望なので、はい、要はそれだ、うまいもの出してくれよっていうことが第一なので、もうでもいや逆にそれだけで十分飲食店っていうのは、役目を果たしている部分があるので、ただ私はできればプラスアルファの思い入れを持ってちょっとお店をやってるので、ただそれは分かる方と分からない方がいらっしゃるし、そんな難しいこと言わなくてもうまいものパッと出してね、こっちもパッと食べて帰るだけだからっていうでいいんだと思いますよ。だから私の思いを汲んでくれるお客様がこう20数年やってきていらっしゃることを励みに今までやってこれたので、だからうまいもの出すのは私もプロとしての仕事なので、はい、当然やるべき仕事をやるんですけど、それ以上にそう私の思いを説明をしないのに汲んでくださるお客様がかなりいらっしゃることに、驚くとともにやりがいを感じるっていうところなんですよね。本当にお客様に励まされやってこれたなって本当に最近特に思うんですよね。はい、そう料理のね、師匠に言われたことがあって、同じ料理だと味が落ちたねって言われちゃうっていう、
常に努力をして少しずつ良くしていかないと、少しずつ良くしてお客さんいつも変わらない味だねって言ってくれるっていう風に教わったんですね。常に同じ料理をやってたんでは、あの店は味が落ちたねって言われちゃう、師匠にね言われたのを常に肝に銘じてやってるんですよ。そう難しいんですよね。そう少しずつ良くするって思っててもなかなかできないんですけど、25年振り返るとハンバーグでも生姜焼きでも25年前よりはずっと良くなってんのかなと。だからきっとお客様に変わらないねって言ってもらえるのかなってって思ってます。あざっす。私ちょっと人がいないから今日はこのほら豚ひきと牛ひき、うちは半々なので、こう醤油を入れて一回練るんですね。これで肉に直接醤油を入れてこう混ぜることによって肉の臭みと、あとなんていうのかな、肉のこう粘り気が出やすくなるんですね。オールスパイスという、あまり使われてないスパイスがうちのハンバーグの特徴なんですね。ふわっと焼いて切った時に肉汁とともにスパイスがこう香るっていうのがハンバーグの醍醐味と考えてるので、通常よりもすごくスパイスを効かせてます。うちは基本的に非常にご飯に合うハンバーグを目指してるので、柔らかいハンバーグに仕上げてます。うちね、そうこれはオールスパイスと黒胡椒の色なんですけどね、うちね卵が多いんです。うちはねハンバーグをふわふわにしたいので、すごく卵多いです。醤油です。醤油をね。このハンバーグってここしっかり練るとあれなんですよね、繊維が一旦切れるのが、この塩気が入るとこの繊維が切れたのがこう修復しようとして元に戻ろうとするんでなんていうのかな、水分を捕まえやすくなるんですよね。だからここ一生懸命粘り気が手際よくハンバーグって練らないと、肉汁の出るハンバーグにはならないですよね。炒め玉ねぎ、これをこうちょうど半分、卵と調味料です。なんか結構そうですね、水分が多いように。そうなんですよ。肉々しいハンバーグがねお好きな方もいらっしゃるんですけど、ハンバーグはこのいいですか。でパン粉も結構入ります。やっぱりこうひき肉の中にスパイスを閉じ込めて肉汁と香るスパイスを楽しむのがハンバーグの醍醐味だと思
思っておりまして、そういう風に仕込んでます。まとまってきますね。そうなんですね。もう少し硬さをね出しますんで。はい、こんなもんでこれで完成ですね。はい、かなり柔らかいで、はい、これがふわふわになるために必要な感じですかね。はい、はい、はい、そうですね。中の空気をしっかり抜いて、はい、もう一個いきます。はい。いきます。でちょっとここに少しだけ胡椒を。はい。で、もうそろそろひっくり返していきます。はい。これぐらいですね。もう一回いきます。はい。側面。はい。側面。ちょっと焼いてるんです。そう、側面をね、しっかり焼いてあげたいんですね。この側面。はい。で、あと乾いちゃうんで。そういうことなんですね。オーブン空気の対流で空気の熱風がここにぶつかってくんですね。乾いちゃうじゃないですか。はい、ちょっとここから水分が抜けていっちゃうんで困るので、しっかりでこう脇をね。でこれでオーブンに行きます。いいですか。はい、これで、はい、どんどんこう対流で熱い空気がかぶさってくるので、はい、ハンバーグの表面が乾いてきちゃうんですね。なので途中で一旦出してひっくり返してもう一回見ます。はい、目玉焼きを付け合わせのね目玉焼きを焼いてまいります。でうちはハンバーグが鉄板だしなんですね。はい。バターですか。そうです。ちょっと今まだ硬くなっちゃった。これランチでもこれですか。そうですそうです。ランチも夜も全部一緒です。ランチはハンバーグはどこからというか一個一個焼いてるんですか。もちろんです。オーダーが入ってから焼きますよ。もちろん。すいませんね。いいですね。はい、まだまだ当然。そうですね。はい。で、一回ひっくり返します。はい。だいぶ色がありますよね。で、ここでまたしっかり脇を固めて、なるほど。はい。これね、やるのとやらないのが違うってことですよね。はい、この手間を惜しむと結局肉汁が、はい、
出なくなっちゃうっていう。切った時に肉汁が出てスパイスが香る、その肉汁からスパイスが香るっていうのが理想なんですね。はい、全部そのために全ての工程が、そのために組まれているので、はい、っていうことですか。はい、ありがとうございます。はい、この仕上げにデミグラスソースですね。はい、創業以来ずっと鉄板出しです。ハンバーグは鉄板でお出しする。はい、はい、これでできました。はい、でこの真ん中を押して火が入ってるかどうか。はい、私もなんかこういうふうに教わりました。はい、ここを押したところと鼻を押したところが同じタイミングだったら火は入ってる。なるほど。はい、あ、ごめんなさい。いい？よければもう一枚いきますね。あ、はい。いいですか？これでも今日お休みだったのにすいません。いや、そうそうそう。準備してもらってください。いや、私もね、昼ご飯食べてない。尖った料理、ハンバーガー尖った料理っていうニュアンスな思ったんですけど、うちに来たらそれをご飯にですね、みんなそんなそういうあれじゃないですか。真上に来ます、ね、上に真上にガバッといきますよね。気使います、はい、あんまりね、作業効率を上げるために先にもう書いてるんですか？そうです。ランチの時、ランチ用です。夜はオーダーが入った時に書きますけど、ランチは逆にこれぐらいしか品数がないので。3系統あって、豚バラを使うのと、それも美味しいですよね。はい、あととんかつ屋さんがよくやるとんかつの肉を薄く切っちょっと厚めにっていうか、トンロース、豚のロースを生姜焼きにするパターン、これはとんかつ屋さんが多いんですけど、はい、あとわりかし今本当になんていうのかな、ちょっと劣勢というかマイナーなのがこの肩ロースを使う生姜焼き、でも肩ロースはその程よくロースのいい点とバラのいい点を合わせている感じがあるので、肩ロース、じゃあもうずっと創業以来ずっと肩ロースで生姜焼きをロースよりも柔らかく仕上がるというか、はい、でも豚バラほどドリドリしないというか、うちはどっちかというとみりんにこだわりがあるので、そのみりんをこうなんていうの、味わってもらうのに一番肩ロースがいいのかなと。生姜焼きっていうのはご飯とキャベツを食べるための料理だと思ってるので、はい、で生姜焼きのタレっていうのはやっぱりキャベツの最高のドレッシングの一つだと思ってるんですね、はい、そうだからでそれに非常にうちの環境みりんっていうちょっと愛知県から取り寄せてるこのこだわりのみりんがですね入った生姜焼きのタレっていうのがものすごくキャベツを食べるのに美味しい。あれがちょっと豚バラでやってしまうとちょっとドレッシング感がちょっと弱くなっちゃうというか、はい、ちょっと食べてもらわないとわからないかなと思うんですけどもはい、特別3年っていう歳月をかけて仕上げてる
みりんなんですね。環境酒造っていう会社の環境みりんなんですね。木の樽のウイスキーのように木の樽の色がついちゃうんです。こうちょっとねこうやって舐めたらすごい甘いんですよ。でこの甘いものを使わないのはないだろうと。要するに今まではこれが出るまでは砂糖を生姜焼きの種に砂糖を入れてたんですけど、はい、もうこれで一切砂糖を入れないで米の甘みを極限まで出したこのみりんで生姜焼きのタレの甘みを全部出しちゃおうって言って、はい、でも全部レシピやり直しで私も1ヶ月半ぐらいずっとまかないでもう毎日生姜焼きのタレをこう配合を変えて、はい、もう毎日生姜焼きばっかり食べてどうしたらいいかでレシピこう配合してやって、もう全部やり直して、はい、やりました。本当ね、これ主原料がもち米なので、それと米麹ともうほとんどそういうものしか使ってないので大部分がお米なんですね。だから生姜焼きのタレで砂糖を入れちゃうと最初はいいんですけど最後の方にちょっと口が甘ったるくなるんですよ。でもこれはお米から出した甘みなので最後まですっきりと甘さがすっきりして甘ったるくならないんですね。はい、だから最後までこう美味しく食べてもらえるのかなって思ってこれ使ってます。はい、アルコール分飛ばします、ね。はい。はい、甘みだけ残るのかなと思ったんですけど。そうなんです。甘みと香りですね。香りか。はい。まああとコク。はいはい。なんと言っても。はい。全然言える範囲でいいんですけど、みりんと醤油と生姜を混ぜてみたいなまあシンプルなことですよね、生姜焼き。そうです。はい。もう醤油とみりんと玉ねぎ、にんにく、生姜。はい。これをいただいた時にこんな美味しいみりんがあるのに使わないのは料理人としてちょっとダメだろうっていうことで、ただ原価がですね非常に高くなってしまうのと、レシピをやり直すっていうことでもう親父と大喧嘩になりまして、はい、今までのお客様は今までの生姜焼きのタレで慣れてくれてるのに新しく変えたらどうなのって、まあそういう考え方もありますよね。はい、それが食べたい人もいるでしょう。そうなんです。でもよりいいものを知ってて使わないっていうのはなしじゃないかなって。もちろん原価は上がるんですよ、上がるんですけど、でもやっぱりこちらの方が最後まで美味しい方がやっぱりいいんじゃないのっていう、もちろん何人かのお客様は味が変わったって言って俺は前の方がいいって言って生姜焼き食べなくなったお客様はいらっしゃるんだけど、はい、でも大方のお客様はやっぱりこの商品このみりんの良さをやっぱ分かってくれて、やっぱり断然売れるようになりました。はい、だから今まではハンバーグがナンバーワンでやっぱり2番手3番手ってところに生姜焼きがあったんですけど、これに変えてからもうハンバーグと生姜焼きが双璧ですよ。はい、ワンツーもう本当に。でもそんなねどのくらいですか？何年前ぐらいですか？これに変えたのは。変えたのですか？もう約20年変えてから。今日みたいに暑くなると、もう本当生姜焼きの独壇場になっちゃうんですよ。独壇場なんですか？夏とか？そうです。いやもう夏はスタミナつけたいから。そうです。やっぱり元気を出す夏バテを防止するのに生姜焼きは本当に最高の料理で、ビタミン入ってるから。そう豚肉のやっぱビタミン B1 とやっぱりにんにく生姜玉ねぎ、はい、これでご飯をがっちり食べて夏バテするわけもないっていう
はい。男の人ってこの目玉焼き一つで議論になったりするんですね、はい、ハンバーグ出す時に目玉焼きはご飯の上に乗っけて出してくれってお客さんが2人だけいるんです。そうだからハンバーグなのに、はい、ハンバーグに目玉焼きが乗ってないから柔らかいハンバーグの方が、はい、ご飯に合う気がするんですよね。洋食って、はい、料理の中身ベースはフレンチじゃないですか、はい、でも完全に日本人がアレンジしちゃってるんですよねそれは、はい、やっぱりご飯に合うように変えたんだと思ってるんですよね。多分ですね、これは推測ですけど、うん、昔はもっと牛肉が高かったんですよねそうか、そういうことですね。てか肉が高かったんですよ。だから多分肉をたくさん使えないからこうせざるを得なかった可能性もありますね。やっぱりうちに来たらそれをご飯にですね、料理は飛び道具出しちゃダメだと思うんですよ。これを入れたら決まりだみたいな、はい、これ入れたらみんなひれ伏すぞみたいな、はい、飛び道具を探すのはやっぱダメだよねって、なんかそういうのをこう追い求めたくなる気持ちは分かるし、私もそういう気持ちはあるけども、でもやっぱり小さな本当に些細な一つ一つの積み重ねが積み重なって一つの料理って出来上がるんですよね。やっぱり商売もいい時もあれば悪い時もあるんで、やっぱりねリーマンショックやら東日本大震災とか、まあこのコロナもそうですけど、なんかそういうのがあると本当にすぐ飲食店はこう厳しい状況にすぐなってしまうので、でもやっぱりそういうところでもごまかさないでこういいものを持ってきてくれるお肉屋さんとの付き合いっていうのはやっぱね大事ですよね。やっぱりいい時も悪い時も一緒にやってきたから向こうもごまかさずに毎日いいものを持ってきてくださるので、それがないとやっぱり美味しい料理にはどうやってもならないので、そうですね、はい。生姜焼きであればタレが同じだしご飯も同じだし、なので同じほぼほぼ同じものが出せるので、それでうちが閉めてる時間申し訳ないから向こうでお願い、その時間食べたいってお客様になんとか召し上がってもらえるといいなっていう。はい、それはお客様嬉しいです、やっぱりねどうしても2時ラストオーダーで2時に間に合わなかったって人がいたんですよ。結構ハンバーグはちょっと無理だし、あっちフライヤーもないから揚げ物もちょっと無理だけど生姜焼きならどうかな、ゆっくり食べていただけるし、はいね、でまた3時4時ってやっぱりアイドルタイムなので、そんなにお店自体もそんなに混まないのでゆっくりね休憩できますもんね。はい、休憩していただいて焼き方一つ練り方一つ盛り方一つ洗い方一つ、やっぱり些細な一つ一つを積み上げていくことが最終的にお客様の口の中で、なんかうまく言えねえけど違うよねって多分言ってもらえるんじゃないの。